これは何かというと、サンゴ状ゴケ。ここに生えてたサンゴ状ゴケはかなり黒っぽいものだったんですけど、1日で真っ赤になりました。はいどうも、ビバです。こちらの30センチキューブ水槽、たくさんの水草を植えているいわゆる水草水槽なんですが、ちょっと不穏な動きが出てきました。おそらく原因になったのは4月半ばにやった大きめなレイアウト変更、その際にソイルを巻き上げてしまったのが悪かったのか、こんなものが出てきました。今中央にブリ草、そして左側に大黒があるんですが、画面全体に何やら白い蜘蛛の巣のようなものが張っています。これは何かというと、サンゴ状ゴケ。何とも言えない色の枝状に広がった細長い苔が水草についています。水槽の中をよく見てみると、ここだけじゃないんですよね。ショートヘアグラスにもついてるし、レインキーミニにもついてますね。ルドビジアスーパーレッドにもついています。見つけてびっくりしたのがミリオフィラム。一部分に大量のサンゴ状ゴケがついています。ミリオフィラムは葉っぱが細かいので苔も絡まりやすいんでしょうか。そして水槽の後ろ側にある風山石、石のエッジ部分に苔がついています。最初黒ひげかなと思ったんですけど、どうやらサンゴ状ゴケっぽいですね。この水槽にはびこるサンゴ状ゴケ、退治する方法はいくつかあります。我が家で実績のあったのは南沼エビとかヤマトヌマエビ、これらの苔取り生態がサンゴ状ゴケを食べてくれたことがあります。ただそこまで積極的に食べるっていうわけではないので、効果は薄いかもしれません。ネット上ではシルバーフライングフォックスがサンゴ状ゴケを食べてくれるっていう情報もあるんですけど、これは僕は試したことがありません。生態以外の除去方法だと、手でむしり取る。これは作業しやすい場所の苔だったら一番手っ取り早いかもしれません。そしてオキシドールで枯らす。これがなかなか効果的みたいですね。枯れたサンゴ状ゴケはエビたちが食べてくれると思います。ではこの中から実際に手で除去する方法とオキシドールで枯らす方法を試してみたいと思います。ではまず手作業で取ってみましょう。どんな取り方が一番効率いいかわかんないので、まず歯ブラシですくい取れるかどうか。多少は絡みつきますけど、ちょっと効率悪いかもしれない。取れないことはないんですけど、ちぎれたかけらが水槽の中に舞ってしまいますね。続いてピンセット。ピンセットはやっぱりピンポイントにつまめるので、大きいやつとか取れやすい。ただピンセットの精度が悪いと作業効率は大幅に落ちてしまいますね。そもそも大量にサンゴ状ゴケついてると、こんな手作業ではやってられない感じがする。かなり根気のいる作業ですね。これはなかなか大変だ。では指でつまんで取るのはどうでしょう。指でつまむのは一番楽かもしれない。ただこれも正直やってらんない感が強いですね。ピンセット同様、とても大変。手作業によるサンゴ状ゴケの除去は物理的に取れるので効果と即効性は抜群なんですけど、とにかく大変ですね。時間と根気のある人以外おすすめはできません。続いてはこちらのオキシドールを使った方法を試してみます。オキシドールは怪我をした時とかの消毒薬としてよく使われるんですけど、アクアリウムにおいては苔を枯らすためによく使われます。特に黒ひげ苔を枯らす時とか卵巣を退治する時とかすごい便利なので、オキシドール持っておくととても役に立ちます。ではこのオキシドールを直接サンゴ状ゴケに吹きかけてみます。オキシドールを水槽に添加するときは水量1リットルあたりに1ミリリットルくらい。あまり大量に添加すると水槽の環境を崩してしまうかもしれないので、使うときは少なめにしましょう。今回は
スポイトを使ってサンゴ礁苔に直接噴射するので 10ml ぐらい使いたいと思います。では一番密度のあるミリオフィラムのところのサンゴ礁苔、ここに100均のシリンジを使って直接かけていきます。よいしょ。オキシドールを添加すると水草とかから気泡が出てきます。これは別に光合成しているわけじゃなくて、何かしら反応が起きて気泡が出てきます。かなり泡が出てきましたね。どのくらい時間がかかるかはちょっとわかんないですけど、このまま枯れてくれれば除去しやすくなると思います。オキシドールの使用時の注意点は、ソイルとかに直接かけるとソイルが粉々に砕け散っちゃう場合があります。新品のソイルよりは古いソイル、使い古したソイルとかにかけると爆発しやすいです。見てください、この気泡すごいですね。オキシドールの原液をかけたのはこちらのミリオフィラムの根元にあったサンゴ礁苔。ただオキシドールが水槽全体に行き渡って、直接オキシドールをかけてないところからも気泡が上がっています。オキシドールを吹きかけてから24時間経ちました。サンゴ礁苔はどうなったかというと、真っ赤になってます。すごいですね。ここに生えてたサンゴ礁苔はかなり黒っぽいものだったんですけど、オキシドールをかけてから1日で真っ赤になりました。これはおそらく枯れてる状態なので、これ以上成長することはないかなと思います。この状態で剥がれ落ちていくのか、エビが食べていくのか、いずれにしても除去はされていくんじゃないかなと思います。そしてブリ草付近にあったサンゴ礁苔、こちらは直接オキシドールを添加したわけじゃないんですけど、水槽内の水流によって攪拌されたオキシドールがこの辺りですね、サンゴ礁苔がほんのり赤く染まっています。これも結構効いてるんじゃないかなと思います。水槽の後ろの風山石に生えていたものも赤く染まっています。こちらも枯れていますね。ただオキシドールを使った場所とは反対側、こちらに生えているサンゴ礁苔はまだ元の色のまんまですね。こちらまではオキシドールが攪拌されなかったのか、ちょっと効きが弱い感じです。こちらはまた別途オキシドールを吹きかけて対処したいと思います。前傾層に生えてしまったサンゴ礁苔を退治していきます。なぜ前日に1回でやってしまわなかったんだと思われるかもしれないんですけど、あまり大量にオキシドール添加するのちょっと怖いので日にちを分けています。じゃあこの辺りにふわっとかける感じで、よし。ちょっと不安なのがショートヘアグラス抜けかけのがあるんですよね。オキシドール添加すると気泡が発生するので、その浮力で抜けてしまわないかちょっと心配です。さあこれで明日にはどうなっているか楽しみですね。ちなみにオキシドールを添加すると貝類がひっくり返ったりするんですけど、そこまでダメージはないようです。ただひっくり返った時に他の生態に襲われる可能性はあります。もしフネアマガイとかコケ取り生態用の貝を入れている人は取り出した方が安心かもしれません。1日置いてその翌日、オキシドールをかけたところはサンゴ礁苔枯れています。全体的にサンゴ礁苔枯らすことができました。ショートヘアグラス茶色く見えるんですけど、これは元からこんな状態ですね。オキシドールの影響で枯れたというわけではありません。そして一番サンゴ礁苔の密度が高かったところ、オキシドールをかけた翌日には真っ赤に枯れていたんですけど、その2日後には真っ白になっています。しかも全体的に量が減っていますね。これは枯れたおかげで剥がれ落ちたのか、エビに食べられたのか、どちらかはわかんないんですけど、サンゴ礁苔を除去できています。風山石についていたサンゴ礁苔も赤から白に変わってきて、量も減ってきています。こちらも除去できているみたいですね。今回水槽内に蔓延していたサンゴ礁苔、除去する方法はエビや魚に食べてもらう方法、人力で除去する方法、それと今回試したオキシドールで枯らす方法があると思うんですけど、一番
簡単で効果が高そうなのはオキシドールだと思います。今回は人力で除去する方法とオキシドールで除去する方法を試してみたんですけど、人力で取るのはよっぽど時間があって根気のある人じゃないと向いてないと思います。オキシドールで除去するのが一番簡単だと思うんですけど、注意点もあります。水槽内にウィローモスとかリシアを入れている場合は枯れてしまう可能性があります。特にリシアはオキシドールを添加すると白く枯れてしまうみたいなので、取り出せる場合は確実に取り出しておきましょう。というわけで今回は水槽内に発生したサンゴ礁苔をオキシドールを使って除去する方法をご紹介しました。こんだけ簡単に除去できるんだったらどんだけ発生しても怖くはないですね。オキシドールの添加方法についてまとめてみると、水量1リットルに対して1ミリリットル、30センチキューブの場合だと水量27リットルなんですけど、使い始めるときは少ない量のオキシドールから添加を始めます。僕は今回15ミリリットルのオキシドールを2回添加で除去することができました。これよりも長く使う場合は水替えなどを組み合わせて添加していくと良いと思います。効果的にサンゴ礁苔を枯らすには直接オキシドールをかけるのが良いと思います。水槽内でサンゴ礁苔を発見したら蔓延する前にオキシドールで退治しちゃうのが良いかもしれません。オキシドールは魚、エビ、貝類にもそこまで影響はないので、少量であれば問題なく使えると思います。水草に対してもほぼほぼ影響はありませんが、ウィローモス、リシアに対しては注意が必要です。その点だけ気をつけて使えばとっても手軽な方法だと思います。それでは今回の動画は以上です。もし役に立ったなという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。